皆様、本日はお集まりいただき、誠にありがとうございます。また、インターネットを通してご視聴いただいている皆様も誠にありがとうございます。この模様は、同時通訳を介して世界に発信しております。申し遅れました。本日の司会進行を務めます、滋賀県琵琶湖放送アナウンサーの塚本恭平です。よろしくお願いします。それでは、ただいまより、関西歴史文化首都パワー発信プロジェクト2府4県歴史文化首都パワー全世界へ発信を開催いたします。まずは関西歴史文化首都パワー発信プロジェクトのアンバサダーでもあり、関西広域連合長、そして日本国際博覧会協会副会長でもあります三日月泰造滋賀県知事の開会宣言です。皆さんようこそお越しくださいました。そしてご視聴いただく皆さんこんにちは。滋賀県知事を務めております三日月泰造と申します。今も動画でご紹介がありましたように、関西2府4県の歴史と文化、またその土台になる自然、その魅力や価値、こういったものを世界に配信しようということで、歴史文化体験型観光動画を制作することとなりました。そのキックオフのイベントは私たちがお預かりしている、そしてこの万博の開催地である大阪夢洲ともつながっております琵琶湖のビアンカという船上でキックオフをいたしまして、そして、驚くことに普段はライバル同士であり競い合いもしている、関西2府4県の地方テレビ局の皆さんが力を合わせてですね、時に励まし合い、時に支え合って、作るという大プロジェクトに仕立て上げてくださいました。この取り組みはまさに命輝く未来社会のデザインを標榜するこの大阪・関西万博とも一致する代表的なプログラム、プロジェクトになったのではないかと思います。関西は日本の源を作ってきました。そして歴史文化を育み、違いよりも同じところ、分断よりも連帯を標榜するこれからの世界のありようを示していく大切なキーワードをたくさん作ってきた場所でもあります。自然、水を慈しみながら、そして世界に向けてこの歴史文化の力を大いに共感していただいて発信をし、そしてそれを見たご覧になった皆様がぜひ関西に行ってみようという、そういうきっかけ作りの一助となるように、この動画を大切に広く皆様方に発信していきたいと思います。どうかお楽しみください。それではただいまよりこの歴史文化の力を世界に発信するプロジェクトスタートいたします。大いに盛り上げていきましょう。ありがとうございます。三日月知事、ありがとうございました。ありがとうございました。では続きまして、当プロジェクトのキーパーソンにもご登壇いただきまして、今日に至るまでの道のり、そしてどのように動画制作をしてきたのか、ムーブメントの広がりなどをご説明いただきましょう。関西歴史文化首都フォーラム推進委員会座長福井翔平さん、そして当プロジェクトの統括プロデューサー川本優さん、よろしくお願いします。ではここからは進行、優さんよろしくお願いします。はい。さあ、今日、15分の動画を6本見ていただきます。それだけでも90分です。ですからあんまり長話はできないんですが、なぜこの動画を制作するに至ったかというのを簡単にこの3人でご説明していきたいと思います。まずはこの関西歴史文化首都パワーとなっておりますが、関西歴史文化首都とは何ぞやというところであります。これは福井さん。はい。今画面に出ていると思うんですけれどもね、関西は日本の歴史文化の首都だということで、誰でもですね、国宝、それから重要文化財、特別史跡、それから日本を代表する仏教関連の大本山がですね、もうダントツにこの関西に集積しているよという、
ことがすぐこう浮かんでくるんですね。それからもう一つは今度文化庁が京都に移りましたけれども、この最先端の研究機関とか、それから博物館とか社会教育機関の集積もですね、これはもう日本を代表するそういう場所なんですね。でただそれだけではなくてですね、これ国内的にはそうなんですけれども、国際社会の中ではですね、まず2府4県すべてにですね、世界文化遺産があると。ちょっとうちないなと言ってた大阪もですね、モズ古市古墳群が、世界遺産に登録されました。でただこのエリア2府4県がですね、世界から見るとあんまり広くないですよね。狭い中なんですけれども、その世界遺産のテーマもですね、登録のテーマも産地霊場、古墳文明、仏教伝来、神仏集合、それから旧都の建設ですね、王朝文化、近世城郭都市、近代産業遺産、近代化産業遺産、もう本当に多様なテーマで世界遺産が集積していると。で加えてですね、ユネスコのこの無形文化遺産、これの集積もですね圧倒的なんですね。能楽、人形浄瑠璃、歌舞伎、雅楽から山鉾屋台から和食もなりましたね。私も実はミラノ万博の西部出展事業の時に和食の世界無形遺産の登録を一生懸命頑張りましたけれども、そして加えて伝統建築交渉の技、要するにもう何年に1回かですね、建築を作りというか保全、継承していくというこの技ですね、これはですね世界にないんですよね。でそういう意味でこの有形と無形の文化力がですねこれほど集積して、そして今の我々の生活の中にですね息づいているという、これはですねおそらく世界の人たちから見るとなんか遺跡があってですね、でそれ博物館で確認するというかね、なんかそういうようなこの歴史観じゃないんですよね。我々の生活の中に今でも生きていると。ちょっと次出していただけませんでしょうか。それをですね、漢字一文字、漢字一文字のやつ出ますかね。これですね。でそういう視点に立ってですね、それでは、我々のこの今言いましたように無形遺産、有形遺産、有形と無形がですね我々の生活の中に今でも続いている。それから我々の生活文化の中にも息づいている。まちづくりの中にも息づいている。それから世界の人たちが来てもですね参加体験できる。それからそれが新しいエクスペリエンスエコノミーといいますかね、体験型経済のですねリーダーシップを持てるという。それで2府4県でですねそれぞれの歴史文化首都パワーをですね一言で探求してみようじゃないかと。そしてそれを次の世代、あるいはその世界のインフルエンサーにですね、伝えていこうということで、京都は宋、滋賀は水、奈良は源、和歌山は道、大阪は芸、兵庫は匠というですね、それぞれこれから皆さんそれを見ていただくことになると思うんですけれども、そのキーワードを作らせていただきまして、イベント学会とそれからジブリさんたちが一緒になってですね、実はフォーラムを2府4県で1年間準備して2年間ぐっとリレーをしてきたというのが、今の漢字一文字で2府4県、各府県でフォーラムを開催してきたわけです。そこでやはり関西全域といってもやはり各地域によって歴史文化は違うと、それを深掘りしていこうということで非常に素晴らしいフォーラムが並びました。その最初を実は関西広域連合長でもあります三日月知事、これがちょうどもう2年前の6月23日です。ここからやっていこうと。そしてここで記者会見をしまして幅広くメディアに流布したというところであります。そしてマザーレイククルーズということで滋賀県は1回目、この豪華客船ビアンカの中で、歴史文化を深めていったと。知事いかがでしたか。ね、滋賀県は水なんですね。
ここから始まったんですね。うん水止めたろかって言えなくなりましたね。もうね。ねいやでもこの時のことはよく覚えてますよ。はいみんなでこうして、今福井さんがおっしゃったようなさまざまな切り口で、はい歴史文化その土台に自然水があるんだ、水のつながりがあるんだということを表現し、それを知っていただくためにさらにどんなことできるのかって考えましたよね。とっても意義のあるプロジェクトだったと思いますね。そしてこれの特徴となったのが、いやはり若い世代、大学生とか若い世代の参画、そそうでしたして行政としっかりコラボしてやっていく、それともう一つ今回のことにも関わるんですが、テレビ局としっかりコネクションをやっていこうということで、はい滋賀が1回目でご覧のように、兵庫、京都、奈良、和歌山、大阪と、続きました。福井さんいかがでしたか？はい、もう疲れたっていうよりも盛り上がりましたね。特に若い人たちの参加が多かったっていうのが特にそうですよね。はいね、はいで若い今鴨さんおっしゃったように、うんテレビ局それぞれの地域のテレビ局が入っていただくことで、うん発信力ありますよね。そうですね。はい、それがとっても良かったなと思ったんですけど、どうしても歴史文化というとね、ご高齢の方とかいう印象があるんですが、あえて大学生も必須にしようというのがねそうですね良かったと思いますね。で具体的な提案も出てますよね。あー奈良県知事なんかびっくりしちゃったね。あそうでしたか。いやもうこんな提案、面白いっていうんだね。いやー、奈良県は本当学生がねフォーラムの中で自由に発言して、うんそれをそのまま施策に持っていこうとかね、なるほど。そういう意味では非常に充実した、もう各府県色の違った、フォーラムを繰り返したと、そしてこのフォーラムの成果をどうしたらいいのかっていうところで地方テレビ局さんに、15分の動画、それも5つのコンテンツということで、こちらがご協力いただいたテレビ局の皆さんになります。いいですね。うんおそらくこの後出てくる動画は、観光光を見るっていうのをはいかなり意識した動画になってると思います、うんが実はこの光を出す光源源がどこにあるのかうんっていうのをぜひ皆さんにご確認いただきたいっていうのと、実は光には影があって、おでこの光を発するために随分ご苦労いただいていたり、例えば滋賀県の場合であればその琵琶湖いろいろ環境をどう守っていくのかっていう、汗があったり涙があったりするところがあるので、そういったところなんかもご覧いただく世界の方々とどうやればこの光を保ち続けることができるのか、影なく光を作ることができるのかっていうのを考えられたらいいなと思いますね。そうですね。この先ほど、開会宣言でもちょっとピリリとおっしゃいましたが、普段はライバルの放送局ここが手を組むっていうのはなかなか個性豊かな人たちで、すごいですね。まとめるのは大変やったところもあ大るんですが、変やったんじゃないですかこれ。たださすが映像のプロフェッショナルです。うちだけ16分にしろとかなかったですか。その特例はなしというなかったんことで、ですね。はい15分の動画にまとめてきてくださったと、ちょっと次のプロジェクター見てください。まず、これがキックオフパーティーですね。その、知事がピリリとしたというねやっぱり女性アナウンサーも集まるとピリリとするもんで、ねやっぱり少しでもいいものを作ったろうという感じが。でも一堂に福井さん集まってキックオフパーティーしたというのは大きいですね。大きいですね。はい、ライバル誌も出ていただいたんじゃないかなと思いますよね。はい。さあこれが、去年の11月11日です。ここから、皆さん制作に入っていただいたということになります。そして今、万博会場があるんですが、放送局の皆さんとやってよかったなと思うのは、ここに至るまでやっぱり自社のテレビ番組でうちの歴史文化とは何ぞやというのを深掘りしていただいた。取り上げてもいただきましたよね。これしてますよねは大きかったですね、知事。いやおっしゃる通りで、例えば滋賀県で言えば琵琶湖マンダラというはい琵琶湖放送でこの琵琶湖を中心とした歴史のつながり、こういったものを表現する番組をシリーズではい紹介していただいてますので、私たち県民も改めて勉強になりますし、観光で来られてる方がご覧になって、あそういうつながりの中でこの建物があるのかっていうことも体感していただいてますね。そしてこの5月6日を迎えるにあたったわけですが、この5月6日はこの表でも分かるように単なる通過点です。今日発表すると
いうだけで、これは関西歴史文化首都フォーラムの、ホームページに載りますので、これをなるべく多くの方に宣伝していただいて見ていただいて、2800万人来ると言われてる万博の来場者の方がちょっと滋賀とか和歌山とか奈良とかにも足を伸ばしてほしいというのが趣旨となっております。それはずっと続くんですよ。そうです、ね、レガシーにしていこうということですね。はいはい。 2026年の年末まで一応著作権は取っております。はい、自由に使えるということであります。まずこれから5ヶ月間この大阪・関西万博が会場で開催されますし、はいウェブでご覧いただいてぜひ来ていただきたいですね。はいそうですね。はい。さあ以上で、この動画の経緯説明させていただきました。それではですね、ここでこのプロジェクトに尽力いただきました2府4県のテレビ局のアナウンサーに登場いただきます。皆様拍手でお迎えください。では登壇いただきましたアナウンサーの皆さんにそれぞれ、自己紹介を簡単に、そして、今日の意気込みなども話していただければと思います。では滋賀県からいきましょう。琵琶湖放送アナウンサーの黒川彩子です。滋賀県のテーマは水。皆さんの心に潤いを与えられるような観光コンテンツとなっておりますので、ぜひお楽しみいただければと思います。本日はよろしくお願いいたします。トップバッター、黒川さん逃がさないですよ。何かありました？トップバッターなんではい緊張されている。はい、すごく緊張しておりました。許してください。はい、よろしくお願いします。お願いします。では続いて兵庫県行きましょはい、サンテレビアナウンサーの影谷香織と申します。兵庫県のテーマは匠です。匠の技、今日はぜひご覧いただければと思います。よろしくお願いいたします。う。影谷さん、2府4県アナウンサー揃いましたけど、はい女性アナウンサー皆さんライバル関係なんですか、それとも仲間関係なんですか？見てください。バチバチです。ではなくって、はい本当にここまで協力し合って、仕上げてまいりましたので、ぜひご覧いただければと思います。よろしくお願いしよろします。くお願いします。では続いて京都府です。はい、KBS 京都アナウンサーの海平なごみと申します。京都府のテーマは作る、いろんな体験をキーワードにまとめてみました。京都よくご存知の方もきっと新たな魅力が見つかると思います。もっと京都を好きになってもらえればと思います。よろしくお願いいたします。海平さん、京都の人は仲良くしてるって言っても実は仲良くはされてないんですよね。いや、そんな京都のイメージをどんどん悪くしないでください。京都の方本当は素直なんです。優しさがいけずになってるんです。はい、そんなところも伝わればと思います。わかりました。よろしくお願いしますツ。ッコミきついな。では続いて奈良県です。奈良テレビ放送の川添伊代と申します。奈良県のテーマは源ということで、日本の始まりは京都ではなく奈良であることを皆さんにたっぷり感じていただける15分になっておると思いますので、ぜひ楽しみに待っていただけると嬉しいです。今日はよろしくお願いいたします。川添さん、京都の後っていうのは奈良県が立候補した順番だったっていうことです違か？うんですよ。前のキックオフイベントも京都に全部先行かれてるんですけど、はい、発表は先やけど奈良が先です。始まりありがとうはございま奈良ですすね。はいよろしくお願いします。お願いします。優しく見てくださいね。よろしくお願いします。では続いて和歌山県です。テレビ和歌山アナウンサーの風尾彩香です。和歌山のテーマは道です。和歌山にはよみがえりの聖地があるんですが、皆様にも今日はよみがえってもらう、生まれ変わったような気持ちになってもらおうと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたしお願ます。いします。加藤さん、いろんな方に囲まれて緊張はいかがですか？緊張してます。足一番震えてて、ちょっとマイク落とさないようにだけしっかりとお伝えできればと思います。緊張しても構わなければいいんです。よろしくお願いします。許してください。塚本さんきついな。では鳥は大阪府です。はい、皆さんこんにちは。J-COM アナウンサーの伊佐川直です。大阪のテーマは芸です。大阪といえば賑やかな芸能文化ですよね。今日は広い意味での芸にあふれた大阪をたっぷりとお届けします。お願いします。伊佐川さん、やっぱり大阪・関西万博、舞台が大阪ですのでプライドありますよね。皆さんいらっしゃい。ようこそ。
こんな感じで2府4県のそれぞれの温度感もね含めて見ていただければと思いますので、今日はよろしくお願いします。お願いします。ではここで写真撮影に入らせていただきます。主催者のイベント学会中野図書会長もご登壇いただきまして、写真撮影をさせていただきます。ではプレス関係者の皆様、お写真撮影ありましたら、前に出ていただいて写真撮っていただいても構いません。皆さん真ん中に寄っていただけますか。もう一度数いきましょう。ストパワーでいきましょう。3、2、1、ストパワー。こちらお願いします。ストじゃあ最後いきましょう。はい、ストパワー。ありがとうございます。ありがとうございました。それではですね、三日月知事アンバサダー、ここで退席となります。皆様大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。それではこの後は動画の上映に入っていきます。皆様最後までゆっくりとお楽しみくださいませ。それではお待たせいたしました。各テレビ局が制作いたしました2府4県の歴史文化体験型観光動画を上映してまいります。引き続き中村会長、そして福井さん、ゆうさんはそちらの席でゆっくりとご覧いただければと思います。まずはですね、それぞれの動画の中でナビゲーターも務めていただいている各局のアナウンサーの方々にそれぞれこの場所で見どころをプレゼンしていただいてから動画の上映という流れでお願いいたします。それでは最初は滋賀県です。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。改めまして琵琶湖放送の黒川彩子です。よろしくお願いします。先ほどは噛んでしまいましたが、ここからは噛まないように、そして噛んだとしても一生懸命頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。さて滋賀県といえば水、琵琶湖ですが、皆さん琵琶湖の大きさはどれくらいだと思いますか？県外の方とかは滋賀県の半分ぐらいじゃないかとかおっしゃってくださる方もいらっしゃるんですが、琵琶湖は滋賀県の6分の1しかありません。ご存じなかった方はあれちょっと小さいなと思った方もいらっしゃるかもしれませんが、実はその滋賀県民にとって琵琶湖は大切なもので、その琵琶湖を中心に皆さんの生活が回っております。滋賀県琵琶湖を中心に物の動きであったり、これからご紹介する観光もその一つでございます。琵琶湖と関係がないように見えても、あらゆるものが琵琶湖と密接に関係があります。これから皆さんがご覧になる VTR でそういったところも感じていただけると思います。母なる湖、マザーレイク、水の琵琶湖、魅力をたっぷりと感じ取ってください。それでは VTR ご覧ください。滋賀の象徴は
琵琶湖。その面積は県土のおよそ6分の1を占めています。湖南、湖西、湖北、湖東、そして甲賀、琵琶湖をぐるりと囲む滋賀県すべての地域で、人々は水の豊かさを感じながら歴史を作り、文化を育んできました。琵琶湖一周およそ200キロ、水の歴史文化首都パワーを感じる琵琶市の旅へ、さあ出発です。歴史的な建物や伝統文化が多く残る湖東エリア。近江八幡市には豊臣秀次公が築城の際に掘らせたとされる八幡堀があります。この場所では地元住民による堀の清掃活動により、今も船遊びを体験することができます。よろしくお願いします。あ、結構ぐらぐらと揺れますね。こうやって楽しむ以外にもこのお船は何か違う使われ方もあったんですか？はい、皆さん田んぼ行かれる時にね、このお船でね、田んぼ行かれましてね、田んぼを耕すのにね、人の力では大変ですのでね、牛の力でね、田んぼを耕しはりましてね、牛を田んぼへ連れて行くのにね、このお船に乗せてね、田んぼまで行ってはりましたですね、昔はね。牛ですか？そうです。イライラ揺られてね、楽しかったかもわかりませんね。そうです。はい。趣あふれるこの場所は時代劇のロケ地として撮影が行われることもたびたび。日本一遅い乗り物とも言われる手漕ぎ輪船。歴史文化をゆっくりゆったり感じる八幡堀の船旅です。自然と文化が調和した甲賀エリアは忍者の里として有名。もう一つの象徴は狸の焼き物に代表される信楽焼です。甲賀市の信楽町に足を踏み入れれば、至る所で狸の焼き物に出会えます。窯元には登り窯、今なお昔ながらの手法で作られています。信楽焼の土には秘密があります。およそ400万年前、この地にあった琵琶湖の底に堆積した小琵琶湖層から取れる良質な土は火に強く大きな陶器が作れるそうです。焼き物っていろいろ一長一短があるけれども、その土っていう陶器っていうのは非常に温かみのある焼き物で、陶器っていうのはある程度呼吸するわけです。土がちょっと水がにじんで外へ出てるような感じがあるとか、ところがそれも一つの味わいでいろいろ変化もしていくし、
こういう焼き物があるおかげで結構知名度があって、いろんな人全国から訪ねてきてくれはるとか、いろんな要素があって楽しいですよ。これでこうまた上がっていくんですね。体を起こしてきたらいい感じです。いい感じですか？いい感じ。私今どんどん楽しくなってきて。実際この土が、この信楽焼になるっていうことですよね。そうですね。はい。すごく綺麗な色ですよね。薪の赤松の炎が表面に当たるとその部分が赤くなる。こうそれがスカーレット。ドラマのタイトルにもなったスカーレットは信楽の土と炎が作り出していました。古の湖が生んだ伝統の魅力を感じてみませんか？県内でも人口が多く観光も盛んな湖南エリア。大津市の北部などでは今も伝統漁法であるエリ漁を見ることができます。1000年以上も受け継がれてきた小型の定置網漁です。岸に寄ってくる魚の習性を利用し、壺という場所に誘導、網を上げ魚を取ります。鮎の稚魚ヒウオやフナ、ホンモロコなど1年を通しおよそ30種類が取れます。おいしい。ホンモロコはもうふっくらしてて、モロコ自体のその甘みもお魚の甘みがしっかりあって、それでまたこうよく炊かれてて味が染み込んでました。魚を待ち受けるエリ漁には必要な量だけを取るという特徴があります。漁師たちが資源の乱獲を防ぎ大切にし続けたからこそ、今も私たちは古魚の恵みをいただくことができているのです。四季折々豊かな自然に彩られる湖西エリア。高島市には平山系に降った雪が伏流水となり湧き入れている地域があります。美しい集落を水路が巡る新朝日町の針江地区。この地に住む人はきれいな湧き水を清津と呼び大切に利用してきました。この集落では事前に申し込むと今も人が湧き水と共に暮らす風景を見ることができます。そのシステムはかばたと呼ばれています。温かさもすごく感じます。普通の水道のお水とか普通の川のお水とかいうととっても冷たいけれども、一年中この川端のお水は14度なのでとっても暖かいから、やっぱりお仕事がしやすい。1年を通して水温が安定している水は水源だけでなく冷蔵庫の役割も果たします。
そして鯉は水のお掃除係です。この川のこのお水が前の水路を通ってまたお隣の川端へと行きますので、上流に暮らす人は下流で使っている人の思いやり、川端に使うものはね、もう自然とそういうことが分かっているということですね。この水のきれいさは思いやりのこのねもう表してるわけですね。美しい水路の流れのように穏やかな暮らしが続く小豆の里。そこには人のために、未来のために思いやりの原点がありました。雄大な自然を誇り、冬の寒さも厳しい湖北エリア。長浜市西浅井町にある奥琵琶湖山角水源の森からは、琵琶湖の貴重な水源となる大浦川が流れ出しています。なんかだんだん深くなってきた感じが。わあ、冷たい。もうすごくひんやりしていて気持ちいいです。緑がいっぱいで空気がきれいで、すごくリフレッシュできます。すごいですね。こんなに。およそ4万年の歴史を持つ森は、乾ききった現代において多様な自然を有するオアシスのようです。この場所は母なる湖を育む父なる森。琵琶湖の水環境を守るため、水源である森の保護に力を注ぐ。この地域にはファザーフォレスト思想が根付いています。母も父もいつまでも美しく。では続きまして兵庫県の動画です。サンテレビアナウンサーの影谷香織です。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。さて、兵庫県のテーマは匠です。世界文化遺産国宝姫路城や丹波焼、そして淡路人形浄瑠璃などを取材して、それぞれの伝統技術を支える匠にお話を伺ってまいりました。まずは姫路城です。姫路城が平成の大修理で美しくよみがえったということは皆さんご存知かと思うんですが、この2015年に終了した大修理なんですが、実は10年経過した今も匠たちによって部分的な修復が続けられていたということはご存知でしたでしょうか。輝きを保ち続ける白鷺城の美しさを支える伝統の技にご注目いただきたいと思います。そして丹波焼です。850年の歴史を持ち、今もおよそ60軒の窯元が存在する丹波焼。産地では作品の鑑賞や購入はもちろん、
陶芸体験も人気なんです。匠に直接指導を受けて挑戦いたしました。そして淡路人形浄瑠璃です。中世から江戸時代に発展した淡路人形浄瑠璃。こちらには常設の劇場があるんですが、上演後にバックステージツアーが開催されています。匠が案内する舞台裏を見学しました。それでは匠の技ご覧ください。匠の技は国を支える。この言葉は日本の伝統と技が兵庫の地で磨かれ継承されてきたことを示します。兵庫の象徴は多彩な風景。播磨、但馬、丹波、摂津、淡路、それぞれの地域に広がる海、山、里が多様な文化を生み出してきました。兵庫のすべての地で人々は豊かな自然と共に暮らし、歴史を紡ぎ文化を守り続けてきました。積み重ねられた歳月がこの地の誇り。それが兵庫の歴史文化首都パワー。姫路城は1993年日本で初めてユネスコの世界文化遺産に登録されました。その美しく白い姿から白鷺城と呼ばれています。江戸時代初期の1609年に完成した姫路城。幾度もの戦乱を無傷で乗り越え、当時の姿ほぼそのままを今に伝えています。2009年から2015年には平成の大修理として瓦が交換され、白漆喰が塗り直されました。城を覆っていた幕が外された時、人々はその白さに驚きました。まさしく白鷺城だと。私も400年以上前にこんなに美しいお城があったのかと感動したことを覚えています。現在も熟練の職人、匠たちによって修繕が続けられ、城の美しさが守り続けられています。その技術はまさに日本の伝統文化そのもの。400年以上の時を経て城の威厳を保っているのです。姫路城は海外からも多くの訪問者を迎えています。2023年度には外国人入場者数が40万人を超え、過去最多を記録しました。美しさは一日にしてならず、手を尽くし心を込める、それが私たちの誇りですと語るのは姫路市文化財課の東司さんです。今市販の漆喰ペーストみたいなものがたくさん出てきてますけども、それを使わずに昔ながらの工法で施工を続けているというところが姫路城のこだわりでありますし、今後も続けていきたいと思っているところです。これだけのこの木造の白漆喰を多用した建造物が1600年当初に作られた原型を非常によく残しているということで評価されておりまして、こういうふうにお城を防備するために作ってたんだ、こういうふうに攻められることを考えてたんだというのがよくわかるので、そのあたりが評価されたと感じております。昔の工法塗り方とかを初る時によく見えるんですけども、より長く持つように、かつ昔ながらの方法を完全に変えないように継承していくという形できれいに長持ちするようにというところをちょっと気をつけてしたいなと思ってます。出来上がった瞬間のところから古いところまでのどういう変化が変わっていくかっていうのもまた見どころの一つだと思います。それぞれに年代にいる職人さんたちが今の時代に残そうとして頑張ってきた、それを僕たちが次未来に伝えていくように日々努力している次第でございます。匠たちの伝統技術と情熱が姫路城を未来へと受け継いでいくでしょう。ここ霞は日本海に面した港町。古くから漁業が根付いたこの地では、新鮮な海の幸とともに
人々の暮らしが紡がれてきました。自然と共に生きる温かな人々。日々水揚げされる魚介類がこの町の活力を支えています。霞漁港では冬の味覚として全国に知られる紅ズワイガニが水揚げされます。霞ガニとして親しまれ、その鮮度と旨味は抜群です。特に甘みのある身と濃厚な味わいのカニ味噌はまさに絶品。漁船から降ろされたカニはすぐに市場へ運ばれ、活気あふれる競りが始まります。威勢の良い声が響く港の光景。漁業の町ならではのエネルギーが港全体に広がります。霞ガニは市場を通じて全国へ届けられ、その美味しさとともに町の魅力を伝えています。この港町では自然とともに生きる漁業の伝統が今も息づいています。またこの地域の自然遺産を学び楽しむために、霞ジオパークが提供するアクティビティが人気です。その中でも改造漁船を使ったジオタクシーは特に注目されています。海上から楽しむ日本海の絶景、切り立つ崖や洞窟など自然が作り出した壮大な景観を間近で体感できます。船上で感じる爽やかな海風、そして陸からは見ることのできない特別な視点から霞の自然の魅力を存分に楽しむことができます。漁業の伝統、霞ガニ、そしてジオパークのアクティビティ、これらが一体となり霞の魅力を形作り、訪れる人々に感動を与えています。丹波焼は兵庫県丹波篠山市で作られる陶器。日本六古窯の一つに数えられ、平安時代から850年以上の間受け継がれてきました。この地には陶器に適した鉄分を多く含んだ土があり、山々に囲まれた地形は登り窯を築くのに最適。さらに薪として使われる木材も豊富に揃い、焼き物作りに理想的な条件が整っていました。丹波焼は伝統を守りつつ時代に合わせて進化を続けてきました。その魅力を実際に感じることができるのがこちら末の里です。歴史ある作品から現代のライフスタイルに寄り添ったデザインまで、その多様性に驚かされます。そんな丹波焼の成形は一つ一つ丁寧に仕上げる一品作りが基本。ろくろで形を整えるこの工程には、土の硬さや湿度を見極める匠たちの経験が欠かせません。また丹波焼の象徴でもある登り窯、山の斜面に築かれた窯の構造が熱を効率よく循環させ、およそ60時間かけて焼成します。薪を燃やすことで器に降り積もる灰が自然な模様や色合いをもたらします。この現象が焼き物に深みと独特の表情を生み出します。炎の流れを読む匠の目と温度をコントロールする匠の技、これが丹波焼ならではの魅力を作り上げています。薪の窯でいうと約60時間焼くんですけども、やっぱり真剣勝負、最後の仕上げ、ちょっと気を抜くといいものが取れないけど、攻めすぎると作品が割れてしまう。人戦ってるところが私たちの最後の仕上げのところかなとは思います。人が作って人が使っていただく、やっぱり人のつながりっていうところをこの産地は大事にしたいと思っておりますし、お客さんがどうしたら喜んでもらえるものになるかっていうところを考えながら作るっていうのが一番大事なことかなとは思います。丹波焼の魅力が感じられる末の里では、実際に丹波焼作りに挑戦することができます。私も挑戦したいと思います。土に触れ、実際に作る楽しさを堪能しました。形を整えていきます。はい。右手を中に入れていただいて、はい。軽く押さえながら。押さえながら。
あれ上がり切れてます。はい。こちらに来ただけで教えていただいて、ここまで作ることができる。感動しますよね。一人ではなかなかね。850年以上続く丹波焼き。その魅力と美しさは匠たちの知恵と情熱の賜物です。その魅力はこれからも多くの人々を引きつけ続けることでしょう。神戸市東灘区にある元住吉神社。この神社で毎年5月に行われる灘のだんじり祭りは、この土地の文化と絆を次の世代へとつなぐ大切な祭りです。地元の住民とだんじりを手掛ける職人、だんじりを担ぐ担い手、そしてだんじりの上で華麗な技を披露し祭りを盛り上げる屋根方といった匠たちが一体となり、その技と誇りを受け継いできました。元住吉神社のだんじりは金糸や銀糸で描かれた竜や神話の飾り幕、屋根を彩る山形提灯などが魅力。その繊細な装飾からは匠の技と情熱が感じられます。他の地域は安定性を重視し重心が低く設計されていますが、神戸型のだんじりは外駒と呼ばれる車輪を使い重心がやや高めなのが特徴。そのため前輪を浮かせて回転させる独特な動きが可能となります。元住吉神社のだんじりは地域の人々の思いが込められた伝統の象徴です。阪神・淡路大震災からの復興を経て再び町を巡るようになっただんじり。その歴史と制作過程は東灘だんじりミュージアムで詳しく知ることができます。祭りの最後、だんじりが元住吉神社の境内に戻ります。各地区のだんじりが引き入れられ、観客の歓声が響き渡ります。まあわせの掛け声とともに回転するだんじり。その軸がぶれることなく迫力ある動きで見事に回る様子は圧巻です。神戸型だんじりの美しい装飾と力強い動きが生み出す迫力をぜひ現地で体感してください。淡路島には500年以上の歴史を誇る伝統芸能淡路人形浄瑠璃があります。その起源は神様から人形を作るようにとの言い伝えに由来し、古代から人々の信仰とともに歩んできました。淡路人形浄瑠璃は場面転換を巧みに行う仕掛けや繊細で生命感あふれる人形の動きが特徴です。淡路人形座では面使いが黒子として演じることで舞台に一体感を持たせ、観客により近い距離で臨場感あふれる演技が繰り広げられます。淡路人形芝居というものは神事として始まりました。で人形の大きさもだいたい30センチから50センチ程度と小さなものを使っていたんですが、それが後に庶民の娯楽へと発展していきまして、少しずつ形を変えながら今現在も続いております。当然1体の人形3人で使うので3人の息が合わないともちろん動きが悪くなってしまうんですね。でその頭使いの出す合図、これもね太夫さんの息とかによって変わってくるんですね。ですからその時その時で同じ動きのようで少しずつ変わってきます。でもそれを瞬時に読み取るにはやっぱり足使いも左使いも長い修行を積んでこないとなかなかそれはできにくいですね。お客様から見ても不自然な動きになってしまうということもあります。なかなか他では見られない人形芝居を私たちやってるというふうに自負はしております。公演前後にはバックステージツアーも行われ、
人形の仕組みや操作方法を学ぶことができ、初めての方でも楽しめる工夫がなされています。匠たちが紡ぐ物語は過去から未来へと受け継がれ、淡路島の誇りとして魅力を発信しています。ぜひ淡路人形座でしか味わえない感動のひとときを体感してみてください。滋賀県の動画、そして兵庫県の動画を続けてご覧いただきました。ではここで VTR に登場いただきました琵琶湖放送の黒川アナウンサー、そしてサンテレビジョンの影谷アナウンサーに再登壇いただきましょう。お二人どうぞ。さあ皆様にも感想を聞いていきたいところではあるんですけれども、まず黒川さん、実際にロケをしてみていかがでした？私自身もすごく勉強になるところがたくさんありまして、例えば八幡堀お船に乗らせていただいた時もお水ももともとはそこまで綺麗ではなかったけれども、皆さんで本当に努力をされて綺麗にしたとおっしゃっていたり、山門水源の森でも今でも保全活動をされていてみんなで守っているんだとおっしゃっていたり、どの場所に行っても皆さんが共通してみんなで守っている、みんなで作っているものですっていうことをおっしゃっていて、そのお話を聞いた時に、ただ滋賀県に琵琶湖水があるというだけではなくって、守ってきた、大切にしてきたという歴史文化があるからこそ今愛される琵琶湖がある。そして万博のテーマでもあるこの未来にもきっとつながっていくんだろうなというふうに改めて感じました。さあゆうさん、滋賀にとってマザーレイク、まさに水、その象徴である VTR だったと思ったんですが、いかがでしたか？まず、関西歴史文化首都フォーラムを始めるときに漢字一文字でって言って2府4県いろいろ迷ったと思うんですね。比較的すんなり決まったのが滋賀県水、やはり琵琶湖なしでは語れないというところで、そして今の VTR 見てて、まず、山門水源の森を取り上げてくださった。これはね、今まで滋賀県っていうとマザーレイク、琵琶湖とその周辺だけで環境活動をやっとんのかいっていう時代がありまして、今は森林の保全、里山の保全が、ファザーフォレストという考え方になってきた。そこの視点を持っていただいたのが嬉しいなと。あと信楽焼も内陸なんですが、イニシオの湖ということで、琵琶湖っていうのは400万年の歴史があるんですね。そして少しずつ伊賀の方から三重の方から動いていってると。そこのいにしえの湖の固定の土で信楽焼と言ってくれたところがすごく嬉しかったなと思いますし、あとは先ほどのセッション、水と流域のセッションおられた方も多いと思うんですが、今年は8月27日に世界呼称の日という、水と命を考えようという国連の記念日ができます。そういう場とかでビデオを流していただけると、やっぱり滋賀県、SDGs マザーレイクゴールズとかもやってますので、すごくいいんじゃないかなと改めて、傑作だなと思いました。ありがとうございました。ありがとうございました。では続いて今日影谷さん、ぜひ制作秘話もお聞かせ願いますか？そうですね、まずは兵庫県の5つのコンテンツ匠をご覧いただいたんですけれども、匠伝統文化というとどうしても敷居が高い、なかなかとっつきにくいものだなと皆さん感じてらっしゃるかなと思うんですけれども、どのコンテンツを見ても自分が体験できる、その場に行って体感できるものが多いんだなと思いました。特にそうですね、匠が直接教えてくれるバックステージツアーですとか陶芸体験もすぐ手に触れて自分のものにできるというものが多いんだな。この匠の技というのは今につながる、そして未来へ伝えていけるものなんだなと感じました。中村会長、兵庫県の動画はいかがでしたか？いや、ご苦労されたなと思いました。まずね、5カ国を統一するテーマとして匠を選ばれたということで、この5つの地域が選ばれたわけですけれども、本当にいいものを見せていただいたし、今おっしゃったように
やっぱり匠のね、その本物の方がですね手を取って教えられたわけですよね。そういうことが体験できるというのは素晴らしいなと、それは例外ですよね。そうですね。ただ運が良ければ匠が手を取って教えていただけるといういろいろな窯元がありますので、どんな風に教えていただけるかというのを調べていただいて、ぜひ現地に遊びに行っていただければなと。一つ一つが素晴らしいっていうだけじゃなくて、どういうプロセスでねその素晴らしさが出てくるかというところまでこう見ると、本当にその地域の中でどういう位置づけになってるかとかね、そういうことまで分かるということで、そういうことまで掘り下げておられるっていうんで、素晴らしい映像だったと褒めます。ありがとうございます。福井さん、もう6つのうち2つ終わってしまいましたが。いや本当にもうまずその8万堀ね、日本で一番遅い乗り物乗りたい、すぐにでも乗りたいとこう思いましたね。お待ちしてます。乗ったんですよ。そうね。それからやっぱり姫路城はね、なんかね今フランスの観光客がすごく増えてるんですって。いや取材をしていても外国からの観光客たくさんいらっしゃってて、モン・サン・ミシェルと比較するんですって。そうなんですね。形ですか。いやおそらくこう姫路城の持ってるその木造で、あんなんができんのって。そして難攻不落ですかね、入るのが難しいとか、そういうことでしょうか。海外の人がやっぱりそういうふうにね見るんだなと思って、びっくりしました。いや興味深いですよね。ここまで滋賀県と兵庫県の動画をご覧いただきました。皆様改めていかがだったでしょうか。琵琶湖放送、そしてサンテレビのお二人に改めて大きな拍手をお送りください。お二人ありがとうございました。ありがとうございました。では終盤戦に入ってまいります。続いては京都府の動画です。KBS 京都の海平なごみです。よろしくお願いいたします。さて、1200年の都京都は神社仏閣に代表される建築物以外にもお茶やお香、生け花といった文化のほか、伝統産業を受け継ぐ老舗にも多くのインバウンドを含む観光客の方を引きつけ、まさしく伝統文化の首都と呼ぶにふさわしい発信拠点が数多くあります。今からご覧いただく動画では、京都のテーマであります作るをコンセプトに、北部エリアの綾部市と京丹後市からは黒谷和紙、丹後ちりめんといった伝統産業のほか、古くから伝わる刀鍛冶の体験を、また中部エリアの京都市と亀岡市からは商店街という地域に根ざした生活を食べ歩きで満喫するユニークな体験や、京都の生活に今も根付くすだれ作りの体験を、そして南部エリアの南山城村からは京都の代表産業の一つ、お茶にまつわる優雅な体験をご紹介します。クリエイティブに進化した体験スポットを通じて、古き良き日本文化の旅へと誘います。それでは京都の旅、お楽しみください。三子水明の地、京都。平安遷都から1000年の間、政治文化の中心として栄えた歴史だけでなく、伝統産業から生活に密接したさまざまなジャンルで京都というブランドを守り抜いてきました。古いものを大事にすると同時に、常に新しいものを作り出す温故知新の精神が根付いている京都。世界遺産や文化財だけではない、歴史文化史と京都の技やパワーをほんの一部ご紹介しましょう。京都府綾部市黒谷。豊かな自然に囲まれ、
清涼な黒谷川が流れるこの地は、およそ800年の歴史を持つ黒谷和紙の産地です。楮という木の皮を材料に、いくつもの工程を経て職人の手すきによって作られる黒谷和紙は、丈夫で長持ちする紙として古くから活用されてきました。その黒谷和紙の手すき作業を体験することができます。雪道を踏みしめながらやってきたのは地元の小学生たち。ふるさとの特産品黒谷和紙の手すき作業に挑戦します。立てたらそのまままっすぐ下に落としていきます。でそこまでいったら手前に引っ張ります。で組み込んだらめっちゃ濡れてる紙、この後は色付けします。転がすだけです。転がすだけで身を持ち運ぶので、ラクダを下まで持ち上げて、で前後を下げます。入れて手前引っ張って、はい、持ち上げる。冷たい。はい、頑張って前後にゆる。前後。入れて手前引っ張って、はい、持ち上げる。よいしょ、はい、ゆる。そうそうそう、上手。黒谷和紙は、800年前からこの地で始まったって言われる歴史のある和紙です。ずっと800年間途絶えることなくすき続けられた和紙で、すごく丈夫な和紙を、ずっと作り続けています。で、先代たちが守り続けてきた技を未来にも残したい。あと機械好きっていう方法もあるんですけれども、そこはあえて機械ではなくて手ですくということで、紙に対して一枚一枚愛情を持って作るというところに魅力がありますし、実際に自分で和紙を作ることによって、和紙ってこんなもんなんだ、で和紙ってこうやって作られるんだっていうことを知ってもらうことで、和紙に愛着を持っていただいたりとか、和紙こういうふうに使ってみようって思っていただける方が増えるといいなと思います。京町屋での夏の暮らしに欠かせない京すだれ。その歴史は平安時代の御簾に遡ります。編み方や糸の種類、材料の選別の仕方が他のすだれとは異なるのが特徴です。京都府亀岡市の京すだれ川崎では、今も手作業で京すだれを作っています。京すだれ川崎ではランチマット作りを体験できます。はい、3色選んでもらってのグラデーションか。じゃあ万博をイメージしてみようかな。このミャクミャクの青と赤いいですよね。お、また白を4本。こうやって模様になってくるんですね。あ、だんだん模様みたいになってきましたね。最後の一本。はい。最後です。ポカンと。おお。はい。完成。できました。うわ、すごい綺麗。おお、気持ちいい。あ、これ気持ちいい。出た。できたー。完成しました。ミャクミャクカラーのランチマットです。なんかすだれってやっぱりなんか昔ながらのものっていうイメージありましたけど、
こういうモダンな雰囲気になってもおしゃれですよね。私たちはやっぱりすだれをもっと知ってほしいなっていうのが結構あって、それとやっぱ作る楽しみ、やっぱちょっと大変な部分もあるけど、それを超えたらやっぱ楽しいと思うので、そこはやっぱ知ってもらいたいなと思います。京都屈指の製造業の町、京丹後市。ここではさまざまな地場産業の現場を見学体験できるオープンファクトリーが行われています。丹後ちりめんの特徴ですけども、しぼといいまして、これ凹凸感がございますので、さらっとした感じということで、あと風合いですね、柔らかさ、これが丹後ちりめんの最大の特徴でございます。工場オープンファクトリーということで、工場を一周回ってもらって、それからカップちりめんと申しまして、お湯をかけていただいて、しぼが浮かび上がるというようなことで、そういった体験コーナーもございます。ちりめんができるまでのこの工程の長さといいますか、苦労といいますか、そういったものをぜひご覧いただきたいと思ってます。左の膝の内側にはい。左手を当てます。当てる。はい。でここはもう固定で動かさないで、で右手前を持って、で右だけを上げて下げて、上げて下げて、はい。すっごい重いんですね。はいびっくりした。はいあんな軽やかに持ってるのにこんな重いんですか。はい。結構ここですね。できてますか？あ、大丈夫です。あれちょっと待ってください。当たらなかった。はい。でもこれ実際やらせていただくと、この近くで鋼の熱気も感じますし、そうですね。はい。この赤く光る感じも近くで見られて、でこの音、なんか五感で感じることができますね。そうですね。はい。いや実際にその作る過程のほんの一部ですけど、光と音とでその実際にその熱も感じて体験させていただいたことで見え方もなんか変わってきますね。やはり日本刀の作る大変さもそうなんですけど、このように日本刀で作られてるんだっていうのが伝わっていくとこちらも嬉しいんですかね。京都といえばお茶。その一大生産地の一つ、南山城村。ここではかつて小学校だった建物を活用して日本産の紅茶、和紅茶が作られている現場を見ることができます。実際に和紅茶の飲み比べも体験できます。入れていきますね。はい。わあ、いい香りがしてきました。本当ですか。はい。この体験の中では茶の全部を見ていただくような感じになるんで、出し切った後の茶殻の方もちょっとチェックしていただきながら。南山城紅茶にはこれだけ種類がいろいろあるんですね。そうですね。5つの品種で作り分けてまして、はい、その特性を最大限に生かすような作り方をしてます。特にこのやぶきたっていうのはですね、はい、日本の茶畑の 70% 以上がこの品種って言われるほど、はい、日本人の口にすごくよく馴染んでる品種ではあるんですよ。はい、甘いですね。すごい飲み口が優しいと言いますか、なんか思ったよりも渋みというかないんですね。また全然違うのがですね、はい、この紅風紀っていう品種なんですけれども、はい、こちらは
国産の紅茶を作るために開発された品種でして、特徴がすごく紅茶らしく出ます。おー、フルーティー、なんかちょっと果実っぽい甘みがあると言いますか、これはケーキに合いそう。茶葉によって同じ紅茶でもやっぱり違いますね。そうですね、それぞれ本当品種にでもごとに中に入っている成分が全然違いますので、それごとにこう紅茶に仕上げた時に味や香りにすごい変化が出るような感じではあります。へー、またね、お茶の産地としてはよく知られてますけど、和紅茶としてもっと広まってほしいですよね。そうですね、もっとこう緑茶と同じように定番のお茶になるようにたくさん皆さんに知っていただけたらなとは思ってますね。一見京都らしからぬ雰囲気が漂うこの場所は京都三条会商店街。京都の中心部で地域とともに100年以上の歴史を歩んできた商店街です。その京都三条会商店街で体験できるのが外国人観光客向けの商店街ツアー。こちらはごまを使ったクレープ屋さん。一番人気は京野菜を使ったごまクレープです。かわいい、香りをお楽しみください。センキュー、ありがとうございます。いただきます。美味しそう。香ばしい色にごまの香りがいっぱいに。うわ、もうこれだけで幸せです。偶然通りかかった外国人観光客もありがとう。ありがとう。皮がパリッパリで九条ネギの香りとごまの香りとあとチーズの香りがもう最高です。食感もね、もうどんどん食べ進んでるこちらのお店にはちょっとしたサプライズが。こちらのお店は下着と靴下のお店なんですけど、はい、実はすごくユニークなお店でして、はい、この角で中華のお惣菜を売ってます。はい。あ、本当だ。うわー、一ついただいてもいいですか。はい。うわ、角煮すごい美味しそう。じゃあここから真ん中からいただきます。お肉柔らかい、ちょっともちもち甘くて美味しいですね。こちらの天ぷら屋さんは天ぷら以外にも名物が。ずっと京都で板前してて。はい。そうなんですね。そこからここの天ぷらなんですそうです。こっちの方はわかんないけど、こっちの方で。うわー、衣たっぷり美味しそう。一番人気は何ですか？そう僕ですよ。少ないから最高だ。いやー、美味しそう。私ども商店街190店舗がありますので、いろんな店を見ていただきたいと、日本の商店街を体験してもらいたい、そういう思いで、はい、でもあります。では続いて奈良県の動画をご覧いただきます。皆さん改めまして奈良テレビ放送の川添伊代です。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。すいません。紀伊半島のほぼ真ん中、周囲を大阪、京都、和歌山に囲まれた内陸県が奈良県です。日本の神話や伝説にも大和、まほろばといった言葉が数多く描写されまして、その深遠な歴史からまさに日本の始まりの地といっても過言ではありません。奈良県のパワー動画はこの始まりの地にスポットを当てます。
神と仏、鹿と人が古来より共にある奇跡の姿、神仏集合思想の源、国づくりの源流、飛鳥藤原平城京、桜の起源吉野で生まれた宝の数々、今注目のユネスコ無形文化遺産伝統的酒造りにも大きくつながる清酒発祥の歴史、そして日本人の精神性の源丹山神社の蹴鞠祭などパワー動画に収め、この度発信いたします。それではどうぞご覧ください。始まりの地、奈良、飛鳥、藤原、そして今の奈良市に平城京が置かれたのが710年。都は栄え、天平文化は花開き、政治、経済、文化など日本の始まり、源が奈良から生まれ、全国へと広がっていきました。神や仏への祈りも、匠の技も、和歌も酒も、何でも始まりは奈良。1300年もの長きにわたって持続する奈良の歴史文化首都パワーを紹介します。奈良テレビ放送アナウンサーの吉川直です。近年映像技術の進化が凄まじく、私もこのようにAI キャラクターに変身することも難しいことではなくなりました。あらゆるものが目まぐるしく移り変わる一方で、奈良には古来から変わらないものがあります。それが奈良の鹿と私たち人間の関係です。世界中から多くの人々が訪れる奈良公園。その奈良公園でおよそ1300頭、国の天然記念物にも指定されているのが奈良の鹿です。奈良の鹿の起源は768年、春日大社の主催人武見和地の命が茨城県にある鹿島神宮から春日山へ白い鹿に乗って降り立ったという神話に由来します。以来鹿は神の使いとして手厚く扱われ、人間と共存しながら時を歩んできました。世界遺産の春日大社や東大寺の境内は奈良公園と一続きで、鹿たちは自由に神や仏の領域を闊歩します。時に起こった神道と仏教の対立を超えて共に鹿を見守る姿は、まさに神仏集合の源です。公園内で販売されている鹿せんべいは誰でも購入することができ、こんな風に鹿に餌をあげる体験ができます。春、夏、秋、そして冬。神と仏、鹿と人間が織りなすその奇跡。奈良を訪れて感じるしかありません。なんと見事な平城京。威風堂々、燦然と輝くその姿は、訪れた人を奈良時代へと誘います。藤原京からさらに北、奈良盆地の北部に710年平城京が作られました。飛鳥で形作られ、藤原京で実を結んだ律令国家体制が平城京の時代に本格的に稼働し、確立されていきました。1998年、世界遺産に登録され、2010年には平城遷都1300年祭が開幕。国内外から多くの人が訪れ、大変な盛り上がりを見せました。
国営公園として今なお第一次大極殿院の復元工事が進行中です。国づくり、そして日本文化の源流としてこれからも輝きを放ちます。桜の国の桜の名所、奈良県吉野。全国各地に見られる桜の多くが江戸時代に開発された栽培品種ソメイヨシノであるのに対し、吉野山のほとんどの桜は日本固有種の白山桜です。その歴史はおよそ1300年前、修験道の開祖役行者に遡ると伝承され、吉野は日本の桜文化のルーツと言われています。吉野山の桜の名所の一つが吉水神社です。1594年、豊臣秀吉が吉水神社を本陣とした盛大な花見を催し、境内からの眺めを一目で1000本の桜が見える絶景じゃと大いに称賛したと伝えられています。また吉水神社にある書院は日本最古の書院建築とも言われ、現在の日本住宅の源流として国の重要文化財にも指定されています。さらに吉水神社ではこんなことも。リン、ピョウ、ホウ。最近ではアニメでおなじみ邪気払いの九地御神法です。修験者たちは祈りの場でもあった吉水神社の法華門で修行の平穏無事を念じたのでした。さて、この吉野地方を天正年間に豊臣秀吉が領有したことによって大阪城をはじめ城郭などの建設のために天然林の吉野材が大量に伐採されました。こうして吉野では造林・人工林の必要性が高まります。吉野郡川上村、およそ500年前に日本最古の産業としての林業が始まった吉野林業発祥の地です。ここ下田湖村有林は吉野林業の歴史を物語る村最古の人工林です。植えられている間隔もすごく均等になってるじゃないですか、はい、それも吉野杉の特徴なんですか？そうですね、枝を打ってあって幹がすらっと長く育ってますんで、今まで間伐を繰り返して、こういう形になって今育っているわけなんです。吉野林業の特徴は密集して苗を植える密植、そして木々の間隔を空けすぎないように何度も間引き密度を調整する多間伐にあります。時間をかけ大切に育てることで年輪幅が細かく均一でたわみにくい良質な吉野材となるのです。登り口から急な山道を歩くこと40分。これは本当に大きいですけど、どういった木になるんでしょうか？これが歴史の商人と言われまして410年生の杉になります。高さ55メートル、幹の周りは 5.4 メートルという杉の巨木。吉野の壮大な歴史をその身に宿すかのような存在です。吉野林業とともに歩んだのが酒樽の板に使われる樽丸です。18世紀前半頃から樽丸の一大産地となった吉野は灘や伊丹、奈良など日本の酒造りを支えました。吉野から生まれた多くの宝は
日本の宝としてこれからもあり続けます。古来、酒の歴史と深い結びつきのある奈良。菩提泉正暦寺。酒そのものの起源は諸説あるものの、歴史書などを紐解くと、現代の基礎的な醸造技術は室町時代正暦寺での清酒醸造の中で確立したことが見て取れます。その正暦寺で毎年1月に行われる清酒祭。一時途絶えた寺の酒造りは県内の蔵元と奈良県の協力で復活しました。菩提元と呼ばれる酵母を伝統的な製法で仕込みます。ここがその一番原点にあたる。将来ですね、日本の酒が残っていく限りですね、原点は必ずここだという形で知っていただきながら守っていただけたらいいと思ってます。清酒発祥の地正暦寺の菩提元で醸造された酒はどんな味なのか、奈良を代表する酒蔵の一つ有頂酒造で味わわせてもらいました。室町時代にこう思いを馳せて作っておりますので、いただきます。いけますか？いけた。美味しい。よかったです。ちょっと蜜っぽいというか、普通の現代の日本酒よりも甘みも酸味も強いんですよ。ふんわり柔らかいけどしっかり味が濃いっていう。そうなんです。しっかり濃いです。はい。大阪・関西万博でより多くの方にこちらの高千穂や清酒発祥の地ということを知っていただけることを祈りまして、はい、乾杯。はい、乾杯。ありがとうございます。飛鳥を見下ろす遠野峰にその神社は鎮座します。奈良県桜井市丹山神社。四季折々に見せる境内の美しさは奈良県随一と言っても過言ではなく、中でも朱塗りの社殿に重なり合う秋の紅葉は例えようもありません。そして丹山神社は日本の歴史上極めて重要な神社でもあります。藤原鎌足公と中野大江の王子が大化の改新について密談をした場所が本殿の裏山の片来山にございます。丹山神社といえば蹴鞠をよく聞くんですけれども、はい、中野大江の王子と藤原鎌足公の出会いが蹴鞠絵だったことから蹴鞠祭が行われているんですけれども、蹴鞠は中国から日本に入ってきたスポーツです。中国では兵士が体を鍛えたりするために行われていたと。日本に入ってきたらですね、勝ち負けがないスポーツとして輪を持ってですね、たくさん長く続けましょうと、そういうような、競技になっております。丹山神社ではこのような装束を着て蹴鞠体験ができます。ではやってみます。いくぞ。ありやーありやーおーと掛け声を上げ、相手が受けやすいように蹴り上げるのですが、これが本当に難しい。日本書紀にも記述があり、国際サッカー連盟 FIFA もサッカーの最も古い形態ルーツとして正式に認めている蹴鞠。日本人の精神性の源としてこれからも受け継がれていくでしょう。
こまで京都そして奈良の動画をご覧いただきました。では先ほどに続きまして各局のアナウンサーに登場いただきましょう。 KBS 海平さん、そして奈良テレビ放送から川添さんと、そしてロケにも登場していただいた吉川アナウンサーもこの場で登壇していただきます。3人どうぞ。ではまず京都からいきましょうか。海平さん、制作秘話や裏話など少し聞かせていただければ。その前にまず一番今回の体験 VTR を通して感じたことは、京都のテーマ「作る」なんですけれども、この伝統文化歴史っていうと少し硬い感じがするんですが、それって昔から受け継がれてきたもう身近な生活そのものなんだなと、その生活を守っていくことが未来の歴史を作っていく、そこにつながるんだなということなんですね。制作秘話としましては、体験に行ったVTR の中にも出てきたアナウンサーが実はまだ京都に来て1年足らずのアナウンサーなんです。ただですね、そんな中で観光地だけではわからないやっぱりディープな京都を知ることができたっていう話をしていまして、それはでもその京都に来てまだ間もない初めての方だけではなく、きっと何度訪れている方も、私にとっても新しい京都がたくさん見つかった今回の、VTR でした。そこには偶然出会った商店街での観光客の方との会話でしたり、職人さんとの会話、そういったその時その時の出会いがかけがえのない時間にしてくれて、それをしっかり守って大切に感じていくことで未来が守られていく、そういった体験をもっともっと若い方にもしていただいて、京都の明るい未来を作っていきたいなと感じた今回の VTR でした。福井さんいかがです？私に質問だったの、ごめんなさいね。要するに何々神社とかね、何々寺とか有名なところいっぱいあるじゃないですか。はい、本当にすごいあるのに、あえてそれをさ避けてって言い方は悪いんだけども、なんかもっとあるんだよねっていうことをね、やっぱりなんだか祭りとかそういうだけじゃなくて、もちろんそれも大事なんだけれども、そういう子どもたちも海外の方も参加体験できる、そのクリエイティブっていうかね、その原点みたいなものに触れられるっていうのには本当にびっくりしました。やっぱりいいなと思いました。では続いて奈良県です。吉川さんもマイク持ってくださってですね。先輩からマイクを、譲っていただきました。じゃあ改めて吉川さん少し自己紹介していただいて。はい、奈良テレビ放送アナウンサーの吉川直と申します。よろしくお願いいたします。今回は VTR の中でもたくさん活躍していただきましたけれども、制作の裏話などあれば教えてもらえますか？私は奈良で生まれてずっと奈良で過ごしてきたんですけれども、だからこそ鹿と一緒に過ごすこととか、すぐに近くにお寺や神社があることとか、土を掘れば古墳が出てくることとか、全て当たり前のように育ってきたんですけれども、今回源というテーマで各地ロケでお伺いさせていただいて、今の日本につながるあらゆる始まりが奈良にあるということを改めて理解をして、ふるさとを誇りに思いましたし、それを奈良にいる人にももっともっと知ってほしいですし、さらにはやっぱりもっと県外の方や世界の方にこれからずっと発信し続けていきたいなと感じました。ゆうさんいかがですか？この企画をやるときに各ディレクターにやっぱりターゲット層を絞らないかんと、それは大学生とやはりリピーターの外国人やということで決めました。奈良テレビのディレクターは思い切ってるなと思いましたね。ちょっとしたダジャレ入れたり AI 入れたり、あんなん普通スタンダードに作ろうと思う時になかなかできないことです。そしてその外国人の目線で言うと、やはり奈良に鹿があるっていうのは吉川さんなんか当たり前、関西の人は当たり前なんですけど、一番驚くのがそこなんですよね。奈良に鹿が人と共生している、それをド頭に持っていって、そして最後にサッカーのルーツ蹴鞠ですか、イギリス人怒ってくんでっていうぐらいの
諸説ある中でこの思い切った演出手法というかね、そこは非常になんか個性的やったなと思いましたし、放送局でやってよかったなと思ったのはむちゃくちゃ資料映像使ってますね。なら3分の1ぐらい資料映像やったんちゃう？桜や鹿の映像はお任せいただければ。はい。だからすごくうまく資料映像を使って極力取材の日数を減らしたなという感じはしました。はい。でも素晴らしい出来でした。はい。ありがとうございました。川添さん喋ってないですけど、せっかくなんでね、奈良の動画の話も。そうですか。じゃあ先ほど弊社のディレクターを褒めていただきましたので、ちょっとこぼれ話を伝えさせていただきますと、すごい演出をしただけではなくって、最後の蹴鞠丹山神社の前でしている中の一番下手くそだったのが担当ディレクターということを先ほど発覚しましたので、皆さんもう一度そういった目でですね、動画見直していただけますとまた楽しんでいただけるんじゃないかなと思いますので、ぜひまた奈良県の動画チェックしてください。さあ中村会長、もう動画4つ見てきました。残り2つになりました。私もね、最後の蹴鞠はね、普通は誰か上手な人がね、やっぱり花を持たせるためにいい球を返すのかなと思ったら場外行ってましたよね。びっくりしました。さっきの AI と同じで、これはイギリス人見たら怒ってきますよ。いやいや本当にね、やっぱりそういうことを発想する力があるから源なんでしょうね。そうですね。5つの源に絞るだけでも僕は大変なことやったなと思いますね。それにしても我々というか私も何回となく奈良行ってますし、しかも何回も見てますが、神のお使いで来られたっていう話も正確によく知らなかったんですよね。いろんなこと新しい発見をしましたし、それから原酒の日本酒まだ飲んでないんですよ私。あれワインみたいで美味しそうに見えたんですがね。はい、ぜひトライしたいと思います。あとは京都さんでいうとやっぱり三条商店街をコンテンツに入れるという、あれもディレクターさんすごい勇気あったなと思います。いいお店見つかってるじゃないですか、美味しそうなの。私だとよう入れへんなと思う。あそこに行ったからああいった偶然の出会いもあり、はい、本当に楽しそう。和紅茶もよく頑張ったなと、すぐ宇治とか行っちゃうんですよ私なんか。和紅茶っていうのはあんまり、私いつも正論茶しか飲んでないんで、守りながら新しいものも受け入れるっていう、ね、いや本当いろいろ新しい発見があって、京都と奈良って横綱相撲でちょっと嫌やね。何ちゅう言い方をするんですか。しかもどっちが東か争ってますからね。仲良くさせていただいてます。今のは京都人のジョークですね。改めてですね、素晴らしい動画を作っていただきました KBS 京都、そして奈良テレビ放送の皆様に大きな拍手をお送りいただき、お三方ありがとうございました。では残す動画は残り2本となりました。続いては和歌山県です。テレビ和歌山アナウンサーの風沢彩香です。和歌山県のテーマは道でございます。和歌山県は紀伊半島の南西部に位置しておりまして、その地形には険しい山々や急峻な渓谷、そして巨岩・巨石が点在しています。そしてこれらの自然の神秘的な景観は古くから信仰の対象となり、その地域の文化を育んできました。そしてこの和歌山県にはですね、色々の聖地高野山や熊野三山といった世界遺産があり、これをつなぐ道、参詣道、紀伊山地の霊場と参詣道も世界遺産として登録されています。道は聖地をつなぐだけではなく、そこを歩く人々、そしてそこに暮らす人々の生活や文化、思いもつないでいます。道を通した体験から、和歌山県ではこの祈りの心、大地がもたらす驚き、そしてその先に広がる人々の未来を発信していきます。それでは VTR ご覧ください。道
和歌山には古より祈りの地となった聖地高野熊野があり、そこを目指す道があります。大いなる自然に抱かれた和歌山。道を歩くことは聖地を目指す手段であり、それ自体が修行、体験でもあります。また旅人を迎える人々、もてなす心も道を通じて磨かれてきたもの。道を通じた祈りの心、文化、景観、それが和歌山県の歴史文化首都パワーです。世界遺産紀伊山地の霊場と参詣道、起源や内容の異なる熊野三山、高野山、吉野大峰の3つの霊場とそこに至る参詣の道。中でも熊野三山は神秘的な自然に神が宿ると言われ、崇拝されていたことが信仰の原点で、よみがえりの聖地として古くから多くの人々が目指した場所です。この熊野三山を目指す巡礼の旅こそが日本人の旅の始まりと言われ、今では世界各地から多くの参詣者が熊野を目指します。今も残るその参詣の道をご紹介しましょう。ここでは語り部のガイドのもと歩道を歩くツアーが人気です。私語り部さんと歩くの初めてなんですよ。そうですか。じゃあ一生懸命案内させていただきますので、楽しんで歩いてください。今回は参詣道の一つ、熊野古道中辺路ルート、その中の発心門王子から熊野本宮大社を歩きます。古道沿いには熊野九十九王子と呼ばれる王子社が点在します。古道を歩いているとこんなスポットを見つけました。間伐材を利用して作った森のベッドはいつまでも休んでいたくなる場所。綺麗、すごい木漏れ日が美しいですね。わあ、気持ちいい。東急善門地蔵はその昔生き倒れた旅人のために地元の方が作ったもので、旅人がここで休んでいるという意味で名前が付けられました。続いて訪れた伏神王子は、熊野を訪れた参詣者が初めて本宮大社を見ることができた場所。長い旅をしてきて初めてここに来て本宮大社が見えたので、ありがたくて伏して拝んだというところからここを伏拝みというんですね。そして熊野三山の一つ、熊野本宮大社に到着です。よみがえりの地熊野への道は、それ自体も旅人たちの心をよみがえらせてくれる、そんな体験ができる場所です。1000年も前からずっと続けてきた歴史の道でもありますので、未来の人たちにね、子どもたちにそういうことも伝えていって、長くこの道がね、みんなに愛されるような道になっていただきたいなというふうに思います。世界遺産に登録されているよみがえりの聖地熊野三山と、そこを目指す道熊野古道。熊野古道は訪れる人たちとそれをもてなす人たちが交流する場でもあります。熊野那智大社に向かう杉木立と苔むした石畳が続く熊野古道大門坂。この入り口にあるのが大門坂茶屋。こちらの人気が平安衣装体験です。熊野信仰が隆盛を極めた平安時代後期、当時の姿を再現した平安衣装に身を包み、熊野古道を散策することができます。始めたのは大門坂茶屋の名物女将宮本照代さん。平成11年に和歌山県の紀南地方で開催された南紀熊野体験博の時に大門坂茶屋を開設し、おもてなしの心を大切にお茶の振る舞いなどを行ってきました。その後、平安時代の熊野詣気分を味わってもらおうと、当時をイメージした衣装の貸し出しなどを始めました。
これらのもてなしの取り組みが評価され、平成27年度の総務省のふるさとづくり大賞を受賞しています。今は娘の平井弘子さんが中心となり、お店を切り盛りしています。これはもう母からの聞いたことになってしまいますけど、やっぱりその時その人に応じた対応をして、皆さんに笑顔で帰っていただくっていうのが目標やいうことでね、それはずっとね言ってるんで、それを受け継いでやっていきたいなと思ってるんですけどね。色とりどりの平安衣装はおよそ100着あり、どれを着るか目移りしますね。私も着させていただきました。わあ、素敵でしょ。素敵ですね。雰囲気変わるでしょ。いかがでしょうか。平安衣装に身を包み、古の熊野詣に思いを馳せ、古道を歩く。心落ち着くひとときです。これを着てこの大門坂へ出ると、やっぱり気持ちが変わるって皆さんおっしゃって、必ず笑顔で戻ってきてくださる。それを楽しみにもうスタッフはみんな頑張ってくれてるんです。熊野を目指す道は陸上だけではありません。川の三景道として世界遺産にも登録されているのがこちらの熊野川です。和歌山と三重の県境を流れる熊野川。熊野早玉大社へと続くこの川は、かつて熊野を目指す人々の巡礼の道でもありました。船に乗り川を下る道、これを今に再現したのが熊野川の川船下りです。冬の間を除く期間に運航し、国内外から毎年多くの観光客がこの船旅を楽しみに訪れます。昔平安時代の頃からですね、上皇様たちがこの川の上流の本宮大社にお参りした後、小さな木造の川舟を使って次の新宮早玉大社を目指した熊野古道の一部なんですね。今やっている川舟下りはその上皇様たちが下った、世界遺産の熊野古道としての川の道を下っていくということを再現しております。昔とほとんど景色が変わっていないということと、上皇様たちが下ったこの大自然とですね、川の音を聞きながら、鳥のさえずりを聞きながら、同じ気持ちになって下っていけるというところだと思います。川舟から見る風景には陸の上にはない独特の世界があります。これらは熊野の歴史や伝統に彩られたもの。流れの穏やかなところでは、語り部が吹く篠笛の音色が幽玄な雰囲気を演出してくれます。揺れる船のリズムに身を任せ、流れる川の音に耳を澄ませるひととき。それは現代の喧騒を忘れ、自分に戻るための旅なのかもしれません。自然崇拝の始まりとなった独特の景観、これらを間近に感じることができるのも熊野の魅力の一つです。熊野信仰の原点、熊野の大自然は、プレートの沈み込みに伴って生み出された3種類の大地と、それらが作る独特の景観が特徴。およそ1500万年前の火山活動によって形成されたものと言われています。和歌山県の紀南地方には、それらが作り出した奇岩や巨岩などが数多く点在し、南紀熊野ジオパークとして認定されています。ここではガイドの話を聞きながら、大地の成り立ちやその魅力に触れることができます。こちらは
串本町の名所の一つ橋杭岩。海中におよそ850メートルの列をなして大小40余りの岩の柱がそそり立っています。橋杭岩はなんと火山でできた岩なんですよ。火山ですか？はい、マグマが地中で固まって、それでカチカチになってから隆起して上がってきて、それで弱いところとか削られてしまって、今でもこんな景観を私たちに見せてくれてるんです。古座川町の一枚岩、高さおよそ100メートル、幅およそ500メートル、一枚の岩盤としては日本最大級です。高知島は古座川の中にある火成岩でできた島。島には社殿も鳥居もありませんが、島全体がご神体として信仰されています。長い年月をかけて作られた巨岩や巨石、滝や島など独特の景観はやがて人々が崇拝する対象となりました。信仰の原点となった大地の成り立ち、深く知ることで祈りの道がより一層興味深くなります。熊野古道大平地ルートには今では使われなくなり埋もれてしまった道が数多くあります。その道を復元し魅力を PR するのが大平地仮開き隊の皆さんです。熊野古道大平地、田辺市から那智勝浦町までつながる大平地は、その多くが海岸沿いを歩くルートで海の熊野古道と呼ばれています。しかしこれまでに使われなくなって山に戻ったり分断されて歩くのが困難な部分が数多く存在します。大平地仮開き隊は2004年に発足。埋もれていた大平地を調査復元してきました。その結果、串本町内の古道4カ所が2016年世界遺産に追加登録されました。ここは去年仮開き隊の皆さんが整備した雨島平見道です。実は地元にこういう昔のことをよく分かってる先生がおって、でその方がねいろいろ調べてくれたんです。地元に聞くと、いやこの辺にどっかに道残ってるよとか、そういうことを教えてもらって、でそこへ行ってみんなで一緒に整備したんやね。本当に最初は皆さんで散策するところから始まったんですね。それが面白かったです。やっていくうちに仲間も集まり、やりがいを感じてきたという仮開き隊の皆さん。今も新たな道を調査し整備を進めています。本当に運のいいことに、本当の大平寺の古道がところどころにこの辺で残ってるんですね。よく残っておいてくれたなっていうそんな感じです。江戸時代からこういろんな人たちがここを行き来したっていうね、石一つにもいろんな思いが浮かんできますね。今後は一般の方も参加しての整備活動を予定しているといいます。やはり活動するにあたってみんなに歩いてほしいという思いがみんな持ってたと思います。で整備作業にもみんな楽しんでやってきたと。仮開き隊の多くの人に歩いてもらいたいという思いが未来へ残す道につながっていきます。ここまで和歌山県の動画をご覧いただきました。いよいよ残すところあと1本というところになりましたけれども、一番最後鳥を飾っていただくのは大阪府です。さあ皆さんお待たせいたしました。鳥を飾ります J コムアナウンサーの伊佐川直です。さあ大阪の VTR テーマは芸です。
西日本の中心都市として知られる大阪府。江戸時代には物流や商業が盛んであったことから天下の台所と称されました。また1920年代には大大阪時代と呼ばれ、政治、経済、そして多様な文化を生み出し発展してきました。現在も高層ビルが立ち並ぶ街の一角には古墳、寺社仏閣をはじめとする歴史的建造物や景観が残されています。そして大阪人に息づく失敗を恐れず挑戦することを尊ぶやってみなはれの精神は、数々のアイディア、発明、エンターテインメントを生み出してきました。今回のプロジェクトでは、芸をテーマに能や文学などの伝統芸能だけでなく、ネットフリックスドラマシリーズで世界的ヒットとなりました相撲をコンセプトにした施設、そしてお好み焼き、たこ焼きに代表される粉もん料理、堺の鉄文化など、食と芸の親和性にも着目して VTR を仕上げました。唯一無二の大阪の魅力がぎゅっと詰まった VTR です。ご覧ください。大阪は江戸時代に天下の台所と呼ばれ、商業の中心地として栄えてきました。1920年代から30年代にかけては世界有数の大都市へと発展し、大大阪時代を築いた歴史があります。また失敗を恐れず挑戦することを尊ぶ大阪のやってみなはれ精神は、数々のアイデアや発明を生み出し、まちづくり、人づくりに対する思いの強さが大阪の特徴として根付いています。今回は芸をテーマに、能、文学などの伝統芸能だけでなく、堺の製鉄文化や粉もん料理の食が持つ魅力をご紹介します。皆さんこんにちは、伊佐川奈緒です。今日はこちら大阪の魅力をお伝えするナビゲーターとして5つのスポットをご紹介していきます。ここは大阪市中央区にある関西を代表する繁華街、道頓堀。国内外から多くの観光客が訪れ、カニやタコの巨大看板を掲げた飲食店や、漫才や歌舞伎など日本の芸を堪能できる劇場が多数点在しています。そんな道頓堀の歴史はおよそ400年前から始まりました。地名の由来は川の開拓者である安土桃山時代の土木家安井道頓をたたえて名付けられたと言われています。運河が完成すると、江戸時代には道頓堀川の周辺に大阪中の芝居小屋が集められました。日本最大の劇作家、東洋のシェイクスピアと評される近松門左衛門も道頓堀ゆかりの人物です。曽根崎心中をはじめ、生涯でおよそ150本の歌舞伎や浄瑠璃の脚本を残し、その大半が竹本座で初演されました。そんな芝居町には見物客をもてなす多くの飲食店が軒を連ねるようになり、飲み食いに散在する食い倒れの町と呼ばれるようになっていきます。大阪らしさを体現した道頓堀は芸が育んだ町だからこそ、人を楽しませる気質に富んだ活気のある場所として広く知られるようになりました。日本、そして大阪の芸を語る上では、ユネスコ無形文化遺産の第1号にも登録されている能も欠かせません。能とは言葉や歌にあたる歌いを笛、小鼓、大鼓、太鼓が囃して歌い舞う歌舞劇です。
能面という仮面をつけて神や歴史上の人物の亡霊、草木の精、鬼や天狗などさまざまな役を演じます。演者が様式化された簡素な動きで感情を表すことも特徴の一つです。およそ700年途切れることなく演じられてきた能は、かつての武将たちからも愛され、侍の芸能でもありました。大阪には著名な能楽堂が数多くありますが、その中で最も歴史あるのがこちらの山本能楽堂です。1927年、文化的な社交場を作ることを目的に創建。その後、1945年、戦火によって焼失しましたが、能文化を後世に残そうとする市民の熱意によって1950年に再建。2006年には国の登録有形文化財にも指定されました。うちはですね、大阪で唯一その、木造建築の能楽堂で、なおかつ客席ですね、私たちは検書といいますが、検書が桟敷席になっています。およそ100年の歴史を持つその舞台は、長い年月の間に磨かれ黒光りし、どっしりとした重量感があります。舞台の下にはですね、亀がいくつか置いてありまして、諸説の一つには、蹴鞠神事をされる地中に亀が埋まってあるということで、能舞台というのは宮大工さんが建てられますので、そこからそういう仕掛けをしてるんじゃないかという説もあります。山本能楽堂では能を見るだけでなく体験することも可能です。初心者向けの能公演に加え、外国人対応もしており、能面や能衣装などの特別な体験ができる能楽堂として人気が高まっています。私どもですね、まず地域の中で一つのランドマークとして山本能楽堂というものがまず地域の方々、それから大阪の方々、やがては日本の方々がここに山本能楽堂があって、能楽に限らずいろんな芸能またはいろんなパフォーマンスの、発信基地であるということを知ってもらえたらなというふうに思っております。大阪では能や人形浄瑠璃といった伝統的な芸能文化に触れられるだけでなく、外国人観光客に向けた最新のエンターテインメントショーも行われているんです。2024年、南海難波駅直結の商業施設なんばパークスにオープンしたザ・相撲ホール平久座大阪。こちらは1500年以上の歴史を持つ日本の国技相撲をテーマにした体験型エンターテインメントショーホールです。メインのショーアップされた土俵ステージでは、元大相撲力士たちによる圧巻のパフォーマンスが繰り広げられます。全編英語で公演が実施されるため、外国の方でも気軽に楽しむことができます。MC を務めるのは専属の落語家です。相撲の歴史、禁じ手や決まりなどのルールを分かりやすく解説。力士たちの日常もコミカルにご紹介します。平久座では日本の伝統的なお弁当文化も味わうことができます。入ってすぐのエントランスには相撲グッズがずらりと並んでおり、お土産にもぴったりです。ゲートは演芸だけにとどまらず、工芸や芸術など人を魅了する技術のことでもあります。
食い倒れの街大阪の食文化も芸と密接な関係があります。ここは難波にある料理道具、厨房道具のすべてが揃う千日前道具屋筋商店街。天下の台所大阪を支えるプロの料理人にふさわしい道具の数々が集っています。その歴史は1882年、千日前の法然寺から四天王寺や今宮恵比寿神社に参拝するために設けられた道沿いに小道具店や雑貨商が立ち並んだことが始まりとされています。道具屋筋にお店を出して70年以上の堺一文字光秀では、製鉄文化の町として知られている大阪堺市の伝統工芸品堺打刃物を取り扱っています。堺で作られる打刃物の包丁は片刃構造が特徴です。世界に誇る刃物として知られています。江戸時代に天下の台所と呼ばれ、さまざまな食材が集まる大阪だからこそ、堺の製鉄文化は発展したと言えるでしょう。伝統工芸品だけでなく、芸術的な一品を扱うお店も軒を構えています。こちらのデザインポケットにあるのは、食品サンプルのキーホルダーやマグネット。飲食店が食品サンプルを飾るのは日本特有の文化で、大阪が発祥と言われています。この再現度はまさに芸術作品です。道具屋筋商店街は道具を通して大切な食文化をさらに未来へとつなげるため、2018年に商店街独自のブランドつなぐを立ち上げました。職人の熟練の技を未来へとつなげる取り組みもされています。製鉄の町堺で生まれ、わび茶の大成者として知られる千利休はおもてなしの心を培いました。また大阪のソウルフードお好み焼きの元になるふの焼きという茶菓子を作ったことでも知られています。そのふの焼きが豚肉や野菜を使うなどして現在のお好み焼きに進化したと言われています。そして大阪ではお好み焼きだけでなく、たこ焼きや焼きそばなどさまざまな粉もん料理が親しまれており、食文化を形成しています。こちらの千房は鉄板の上で生まれるエンターテインメントとしてお好み焼きを芸に昇華している大阪を代表するお店です。千房ではマヨビームのパフォーマンスでお客さんを楽しませてくれます。ナイスマヨ。大阪の芸と食が一体となり生まれた粉もん。千房はベトナム、台湾、インドネシアなど世界にも進出し、お好み焼きの魅力を伝える発信基地としての役割も担っています。さあ、大阪の魅力たっぷり伝わりましたか？芸の街大阪が輩出した偉人の一人に浮世草子で知られる井原西鶴がいます。江戸時代日本初のベストセラー作家となった人物です。この井原西鶴が残した始末の心得がルーツとなり、大阪では物を大切にする、無駄にしないという始末の精神が根付いています。それは世界が2030年までの実現を目指す持続可能な開発目標 SDGs とも共通するものがあります。創意工夫をして常に人々を楽しませるエンターテインメント性、そして
職人の伝統を守り抜くものづくりの精神。こうした古き良き文化を守り成長させる知恵こそが大阪独自の芸を発展させたと言えます。芸を通して人々をもてなす精神は未来にも受け継いでいかなければならない大切な考え方の一つです。皆様ここまで6本の動画ご覧いただきましていかがだったでしょうか。ではですね、和歌山そして大阪の動画について、ゆっくりと喋っていきたいと思いますので、和夫さん、伊佐川さん、お二人どうぞステージへお越しください。ではまず和歌山から伺いましょう。和夫さん、動画すべてロケに行かれたということだったんですけれど、実際に取材をしてみていかがでしたか？はい、5日間のロケをさせていただいたんですけれども、実際に熊野古道を歩いてその自然の美しさというのはもちろん感じました。そして道っていうのは歩くだけではなくて川を下ることも、参詣の道なんだということも驚きました。その道というのは1500万年前の火山活動によってできた道ということで、古の頃より人々が歩いてきた道というのを私が今回歩きまして、タイムスリップしたような気持ちになりました。最後に出てきました大辺仮開き隊の皆さんですけれども、映像では実際ほうきを持って掃除しているような様子でしたが、実際は道を探すところから、そしてそこには不法投棄されているゴミがあって、それをどけたりとかで木を切って、とにかく刈り開いていったと、そういった地道な作業で、この道熊野古道っていうのはまたさらに追加登録されたというところで、道って私たちが作ったものではありますが、そこを汚すのも人で、これからのこの道をきれいにしていくのも人なんだなと思うと、今回の和歌山県の道っていうのは私たちのこれからの行動にかかっているんだなというのを非常に強く感じました。中村会長、和歌山の動画いかがでしたか？素晴らしかったです。というのはですね、フォーラムをやりまして、辰巳先生からね、なぜその和歌山県が霊場の地になったかというのを800年前に遡って教えていただいて、それでこういうふうに隆起してこういう場所ができたのかと、それが道につながるという話を聞きまして、なるほどと思ってたんですよ。それが見事なその映像になっていましたし、加えてやっぱり先ほどのほうき隊ですかと、いろんな皆さん方がですね、それをなんとか守ろうとか、あるいは発見しようという努力があってですね、その魅力がさらに増してるなということで、非常にテーマと一致した映像で感嘆しました。ありがとうございます。では続いては大阪の動画について伺いましょう。まずは伊佐川さん、実際に制作の裏話なども含めて聞かせていただければ。そうですね、ご紹介した5つのコンテンツすべてが歴史があります、高い技術があります。それだけでも十分なはずなのに、そこは大阪人のもっと人を楽しませたいという精神プラスアルファされまして、芸と言えるところまで進化をしているんだなと感じました。この進化がまだまだ大阪の場合止まらなくてですね、3つ目のコンテンツに出ていました平久座大阪さん、相撲の施設なんですけれども、 VTR では時間の関係でできなかったんですけど、実際に行くと着るとお相撲さんのように体が大きくなる相撲スーツなるものが用意されていまして、それを着て土俵のステージの上で元大相撲力士の方と実際に相撲が取れるみたいな体験もあって、これはノリのいい大阪じゃないと成り立たない、やってみようと思わへんなと思いまして、どこにも大阪魂が今も残っているなと感じました。福井さん、大阪の動画いかがでしたか？いや、エンタメね、エンタメですよ本当に。なんていうのかな、
いろんな視点にね広がりますよね。スポーツとか食とかね、その本当の大阪の良さっていうのがこれをきっかけにこうねもっともっと出てくるんじゃないかなと思いますね。はい。ありがとうございました。ここまで素晴らしい動画を作っていただきましたテレビ和歌山そして J-COM さん、皆さんに大きな拍手をお送りいただけますでしょうか。ではこれで2府4県のすべての動画の上映が終了いたしましたので、中村会長、福井さん、ゆうさん、ぜひ立ってステージの中央の方へ少し来ていただければ、そしてテレビ局各局のアナウンサーの皆さんも再びご登壇お願いいたします。さあ、中村会長、2府4県の動画すべてご覧になって、そしてアナウンサーも勢ぞろいしてもうイベントも締めに入っていく形なんですが、ここまでいかがでしたか。やっぱりこれぞイベントですね。やっぱりイベントの力を感じました。これだけいい動画ができて、楽しめる動画ができて、それでしかもですね気づきがあるというイベントができたというのはですね、本当皆さんのおかげです。特に本当に素晴らしい自ら体験して作っていただいたということで、大変自分も食べたいな、自分もやってみたいなというふうに思うような動画になってました。ありがとうございました。では各局のアナウンサーからも、イベントを終えた今の、感想であったり、これから未来に向かっての思いであったり聞いていきたいと思います。ではマイク伊佐川さんからお願いできますか。はい、ご紹介した大阪のコンテンツはですね、すべて人の発想というものが深く関わっているなと感じました。まさにやってみなはれの精神ですよね。深い、ありがとうございますJ-COM としましても、大阪さすがやなと思っていただけるようなおもろい番組をですね、これからも発信をしていきたいと思います。ありがとうございます。では続いて和歌山和夫さんお願いします。はい、和歌山県民はよく発信が下手だと言われることもあるんですよね。特に聞かれたら答えるんですけれども、自分からなかなか伝えることが苦手な方というのが多くいらっしゃるんですけれども、今回はこういった大阪・関西万博、世界に向けて発信できる場でこうやって発信できたこと嬉しく思いますし、やはりこの自然の美というのは映像では伝えきれないものがどうしてもありますので、やはり和歌山県に足を運んでいただきたいなと思います。そして今回の映像はですね、毎週金曜日午後6時30分より2時間の生放送で放送しています和歌ラブという新番組の方で、来週9日金曜日の夜6時半から放送しますので、ぜひそちらの方もお楽しみいただければと思います。ぜひ和歌山に来て、その放送は和歌山でしか見れないので和歌山に来ていただきたいなと思います。ありがとうございました。では奈良テレビ、まずは吉川さんからいきますか。今日はこの万博の地で関西の新しい魅力を自分自身も発見することができて、すごく楽しい時間でした。奈良県も古の人たちがここまで残してきた奈良らしさというのをこれからも大切に、私もしっかり発信していきたいと思います。お願いします。では和夫さん、奈良の締めの方よろしくお願いします。奈良の締めをということで、奈良県気合が入っておりまして、2人体制で今日はお邪魔させていただきましたけれども、本当に VTR にご紹介できなかったまだまだ歴史文化のパワーというのが奈良県にはございます。今県を挙げて取り組んでいるのが飛鳥藤原のキュートの世界遺産ということで、これがまた世界遺産登録されますと、奈良県が注目していただける一つのきっかけになるのではないかなと、私自身もとても楽しみにしています。そして今回のイベントの模様、奈良テレビでは金曜日のですね、今週金曜日の夕方5時30分からの「ゆうどき」という番組の中で放送させていただくことで、またこの歴史文化首都パワーを発信するきっかけの一つになればいいのかなと思っております。これからもよろしくお願いいたします。いいですね。個人の感想を吉川さんに言っていただいて、テレビ局としては川添さんが言っていただいて、役割分担ありがとうございます。では KBS 京都海平さんお願いします。はい、本当に万博が関西で行われてよかったな、幸せだな、ラッキーだなと感じることができました。本当にね、この関西、そして京都の街の魅力を再認識して考える機会をいただけたなと思います。で、今後
本当にせっかくこうやって集まってこれまでいろいろなことをしてこられたメンバーなので、やっぱりこの力を合わせたパワーってすごいなっていうふうにも感じたので、これがまた一つのスタートとして力を合わせて関西の魅力を発信していけるような機会をどんどん作っていきたいなと、そんなふうにも思いました。ありがとうございました。ではサンテレビ影谷さんお願いします。はい、今日は貴重な機会をいただきましてありがとうございました。今回の匠は芸術文化に偏ったというか芸術文化に特化した匠をご紹介してきたんですけれども、兵庫県には食の匠もおりますしファッションの匠、そしておもてなしの匠という、方々もいらっしゃるので、ぜひ兵庫県にお出かけいただければと思っております。そして素晴らしいコンテンツができましたので、ぜひサンテレビでも何らかの形で発信していければいいなと思っております。今日はありがとうございました。では琵琶湖黒子さんお願いします。はい、本日はありがとうございました。今回で滋賀県そして関西の魅力、歴史文化を私自身も再発見することができました。ただこれで終わるのではなく、琵琶湖放送としましては今月18日に、皆さんにご覧いただきました滋賀県版を、特別番組として放送する予定となっております。また琵琶湖放送の金曜おもろ滋賀という毎週金曜日の、番組でも放送予定となっております。今後も歴史文化首都パワーを皆さんに発信し続けて未来につないでいきたいと思います。本日はありがとうございました。さあゆうさん、イベントも締めの時間になりました。はい、ここまでいかがでしたか。いやー、感無量で、2年近くにわたって続けてきたプロジェクトがこうやって目に見えるものになるっていうのは非常にいいなと思いますし、おそらく5つのコンテンツに絞れて無茶なこと言うなっちゅう話もう20ぐらい30ぐらいおそらくコンテンツの候補を出して、その中で5つになったということで、これは第2弾第3弾もできるかなと思います。そしてあくまでも最初に申しましたように今日は発表の場でした。これからこの15分の動画を皆さんの力でいろんなところに発信していただきたいと思います。例えば7月に行われます宮古島国際映画祭というのがあるんですが、そこにちょっと出品させていただいたり、文化庁の玄関口で流させていただいたりということで、万博に来てぜひ各府県も回っていただけたら嬉しいなと。これからがだから勝負だと思います。皆さんよろしくお願いします。さあ福井さん、今ねずっと続けて90分なんだけども、よくよく見るとね6つの地域5つのコンテンツ30コンテンツ30コンテンツ、それ1本というと3分切ってるよね。こういうショートメッセージを持った動画がね30コンテンツあるという、これすごい財産だと思いません？皆さんこれをね大いに活用してですね、そしてこういう仕組みがこれからの新しい地域創生というかね、地域の活力を生んでいく、なんかそういうモデルになってほしいなというか、なるだろうというふうにね思ってるんですよ。頑張りましょう。今もお話ありましたけれども、今日皆さんにご覧いただいた動画はですね、来年の年末まで、関西歴史文化首都パワー動画ホームページでこちらの QR コードから、読み込んでいただけますと、このホームページからご覧いただくことが可能となっています。また各府県各テレビ局のホームページのバナーなどを通してもリンクにつながるようになっていますので、そちらもぜひご覧いただければと思っておりますし、この動画を活用したいという方がいらっしゃる際にはまたホームページの方からお問い合わせをいただければと思っております。皆さんも各府県の歴史文化、この凝縮した動画をたくさん宣伝していただきまして、万博もそうですし関西2府4県にたくさん足を運んでいただければと思っております。ということで早いものですが、この時間をもちまして、関西歴史文化首都パワー発信プロジェクト、ここで終了となります。ここまで皆さん本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。皆さんご苦労様でした。ありがとうございます。この後はですね休憩を挟んで、総括セッションに入ってまいりますので、そちらも皆さんどうぞご参加ください。改めて本日はありがとうございました。どうもありがとうございました。